これ、体験談なんですけど、はい。高校3年生の時に、初めての彼女ができまして、はい。で、初めての彼女ができて、僕その当時バンドをやってたんですね。うん。で、バンドをやってて、ライブハウスでその女の子と出会うんですね。で、18歳。彼女も18歳で、僕の高校とは違う、また、隣町の高校に行ってる女の子で、身長が148センチぐらいの可愛い女の子で、ちょっと僕には不釣り合いな、なんかもう、で、しかも彼女ドラムやるんですよ。148センチでドラムやるから、可愛いし、かっこいいし、みたいな。結構人気のある子だったんですけど、なぜかちょっと僕と気持ちがあって、もう出会って、ちょっとしてすぐ付き合ったんですね。で、僕にとっては初めての彼女で、彼女にとってはもう何人か目の彼氏だったんですけど、18歳で初めての彼女だから、いろいろしたいわけですね。ずーっともうね、18歳までずっとアイドリングかけてる状態だったんで、恋愛に関して、はい、ああしたい、こうしたい、いろんなことしたいってこうなってると、それで、なんとか初デートで、首里があるんですけど、首里の、下ったところに大きな公園があって、そこは、夕日が沈んだ時に海と夕日が見える、ちょっと丘のある、ちょっと素敵な、ロマンチックな公園で、そこで、ファーストキスをしまして。で、僕、すごいレモンティーをよく飲む人だったんで、レモンティーばっかり飲んでたんで、キスした時に、レモンの香りがするみたいなこと言われて。そしたら、でも彼女もレモンティー飲んでたんで、ずっと、こっちもレモンの香りがするみたいな。お互いにレモンの香りをしながら、キスをして。でも、やっぱり、先に進みたいわけですよね。その高校3年生なんで。でも、なかなかお金もない。で、場所もないってなって、もうちょっと悶々とする日々を過ごしながら、ちょっとデートしたり何したりつって、それ以上先に進めない。ある日、彼女から、家に電話があって、ちょうど僕も家にいたんで、電話取った時に、ちょっとこれから家に来ないってなって、ちょっといろいろあって、ちょっと寂しいから今日会いたいなって言われて、わかった。で、じゃあ家に、そっからもうすぐ、バイクの鍵を取って、僕バイク乗ってたんで、バイクの鍵を持ってバイクに差し込んで、で、ハーフヘルメットの被って、そのままもう彼女の家まで行ったんですね。はい、彼女の家がちょっと、米軍基地が近くにあるような街だったんですけど、その外れに、彼女のアパートがあって、その近辺に着いたらこっちで待ち合わせしようって言って、下に降りてきてもらってて、で、そこで待ち合わせして家まで行って、で、普通の3階建てのアパートの、一番上の端の部屋だったんですけど、そこまでバイクその辺に止めて、階段を彼女が先に上がっていくんですけど、両手で後ろでやりながら僕の手を引っ張って上がっていく。いいですね、もう本当に、すげえドキドキするの。初めての女の子の部屋ですから、はい、それで3階にはきついて、彼女の部屋、家ですね。家の扉を開けて、入って、キッチンがあって、キッチンがあった後、そのリビングダイニングがあって、リビングダイニングの右手に彼女の部屋があったんですね。はい、ドキドキする、ドキドキするって言って落ち着けってで、彼女がその襖を開けて、入った瞬間なんですよ。なんか嫌だなって思ったんですよ。俺、本当に今までそんな経験ないんですよ。はい、なんか嫌だな。真っ白い壁紙なんですけど、なんか青白く見えて、なんかちょっと寒々しい部屋で、で、床もカーペットなんですけど、なんかちょっとカビ臭いというか、嫌だなーって思って、でも入って。でも、一瞬入った瞬間それ思ったんですけど、そこがそんなに、残らず、それよりもドキドキの方が高まって、じゃあベッドに彼女が座って、彼女がベッドポンポンみたいな感じで、はいっつって横に座って、で、手を握って、キスをしようと思って肩を抱いたんですね。はい、で、こっちを向いた瞬間に、ここですね。この、鼻の、この部分。はい。彼女の僕の。彼女もキスをした。僕のこの辺が、眉間のこの辺あたりが、すっ
ごい痛くなったんですよ。こう、バットの、こう、野球のバットの、この柄の部分をグリグリ押されたみたいな、でグリ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 って押されたみたいに、グググググって痛くなって、あれでもう、キスに行けないんですよね。で、思わず、いたたたたたた、いたたたたたたって僕、ちょっと声出しちゃったんですよ。いたたたたた、いたたたた。で、普通彼女だったら、どうしたのって、大丈夫ってなるじゃないですか。そしたらその彼女、俺のことバッて抱きしめて、この人は悪い人じゃないから。お願い。この人は大丈夫な人だから。お願い、お願いって言うんですよ。はと思ったら、その痛みが、ふわーって消えたんですよ。何これって思って、で、彼女はもう黙ってるんですよ。僕のこと抱きしめて。もう、ちょっとパニックになっちゃって。そうですよね。あ、ごめん。俺、もう、帰るわ。彼女がもう激しく乱れて、うわーって泣いて、お願い帰らないで絶対帰らないでつって。お願いだから今日は泊まって本当に朝まで一緒にいて。ちょっと何つって。いや、お願いだからって、言われて、あまりにも、もうガンガンに来るんで、わかった、つって。でももう、そんな気持ちにはなれず、朝までこう、ベッドで手をつなぎながら眠って、朝になって、バイクに乗って帰ったんですけど、それからなんかもう、彼女に電話する気にもなれないし、ちょっとなんか、僕自身も聞けなかったんですよ。何だったのあれっていうのを。それなんかこうなってて、それから2週間ぐらい経って、またライブハウスに友達のバンド見に行くってこう遊びに行った時に、そしたらその彼女の友達がそこに来てて、それでちょっと話して、そういえば彼女元気みたいなこと言われて、ちょっと最近会えてないからちょっとわかんないけど、つって。そうなんだ。そうだよね。そうだよね。実はさ、2週間前ぐらいなんだけど、2週間前。喪服姿の彼女を見てさ、彼氏が1年前に亡くなってるのよ。バイク事故でね。で、その日がちょうど命日で、で、バイク事故で、大きい道を走ってて、で、なんか、間違えて、路肩の大きな木にぶつかった。で、その時に、木から出てた、木の枝が折れた、その尖った部分が、ここに刺さって、で、そのままぐーっと抜けて、木に心臓をぶつけて、心肺停止で死んでしまったの。そうなんだ。だから、優しくしてあげてね、って言われて。わかった。それから、彼女の家にまた行く機会があって、で、ちょっと電話でやり取りして、ちょっと今日また遊びに来て、みたいなこと言って、行ったんですよ。まず、キッチン越えてリビングの右入って、部屋が、綺麗な真っ白い壁で、床も、そんなカビ臭さもない綺麗な部屋だった。前とは違うわけですね。前と違かったんですよ。なんでと思って。でももう本当に、あったかい空気のする部屋になってて、あの日、電話の時に、今日いろいろあったから寂しいから会いたいって、一周期に、彼氏さんの家に行って、ちょっと落ち込んで帰ってきたところに僕に電話したみたいなんですよ、どうも。その日だったんですね。で、きっと彼氏も遊びに来てたんかもしれないんですよ。それで僕がこういうちょっかいを出したから、いたずらしたのかなっていう。で、もし、あの時、僕が彼女の生死を振り切ってバイク乗ってたら、僕もハーフキャップだったんで、もしかしたら死んでたのかなっていう、そういう意味でも
初めての彼女を忘れない人になってしまいました。というお話です。彼女さんっていう、高校3年生の時のお話ですよね。はい、彼女さんは同年代の方なんですか？はい、同年代、同い年の。彼女は一人暮らしなんですか？家族と、お母さんと二人暮らしっていうか、たまたまいなくて。お母様がいない時にっていうことだったんですかね。はい、そうですね。へー。いや、もうなんか、もともとちょっと、彼女は見える人というか、感じる人だったんですけど、デートしててもちょっとなんか、こう、上の空になるみたいな時とかもあったりして。でも本当に自分が、だってここですよ。こんなとこ痛くなったことって。その時の痛さってすごかったですか？いや、もうなんか、でもね、骨をなんか、なんていうんだろう、ギューって締められるというか、万力でこう、いや、やられたことないんですけど、なんかそんな感じかなっていうような痛みが。激痛だったんですね。いや、激痛でしょ、本当に。そこが同じ、まあね、元彼さんがっていう場所と同じ場所だったんですよね。そうですね。本当にだから、彼女が言ったセリフですよね。この人は大丈夫だからっていう。そうですね。それは、何だったんですかね。でも守護してくれてるあれだったんですかね。守ってくれてるあれだったのか、わかりませんけど。でもそうですね。そんな風に言ってましたね。ごめんなさい。ちょっと本当に、込み入った話になっちゃうんですけど、その彼女さんは、彼が亡くなってしまった。で、1年の間に、その金城さん以外にもお付き合いした方っていらっしゃったんですかね？いましたね。確か。僕の前に、彼氏が、先輩の彼氏が確かいたっていうかなんか、とっても寂しがり屋の女の子だったんで、なんかやっぱ人がそばにいないと、ちょっといられなかった人なのかなってちょっと思う。もしかするとその時にも何か、その彼氏さんに何かあって、でそういうことで彼女は、やっぱり元彼が、ね、なんかこう、いろいろしてるのかなってことに気づいたりとか、でもしかすると元彼がずっといたりとかして。そうだったんですかね。でもどうだ、いやもう結局聞かなかったんですよ。やっぱり、なんか話してくれない雰囲気だったんで、いやこれ俺から聞くのもちょっとあれかなと思ってちょっと聞かずにいたんですけど。この人は大丈夫だからっていうね。なんかそれは元彼の、亡くなってしまった元彼に言っていたのかななんて考えちゃうんですよね。そうですね。きっとそうだと思いますね。で、その日ね、一緒にいて帰らないでっていうのは、やっぱりね、同じように事故に遭ってしまうかもしれない。そこを守ったっていう、彼女の優しさなのかなと思うと、何かすごく辛いものを抱えながらも、なんか素敵な方だなと思いました。そうですね。その後は、あんまお付き合いはできたんですか？いや、そこからちょっと疎遠になって。それが原因もあって。なんとなくこう、で、その後、なんか、彼ができたらしいんですね。別れた後。はい、またその方も、僕の知ってる方なんですけど、その彼も亡くなるんですよ。そうなんですよ。それは、どういう？いや、なんか、ご病気なさって、亡くなったんですけど、でも、不思議ですよね。僕の前、もうちょっと前ですけど、亡くなって、で僕の付き合った後の方とも亡くなってっていう、ちょっと、不幸の連鎖がある女の子なのかなってちょっと思う。その亡くなってしまった方っていうのは、そのお付き合いしてる最中にまた亡くなってしまったんですか？確か、確か、どうだったかな、ちょっと。だとしたら、ね、お付き合いしてる彼が、してる最中にね、一人でも大変なのに、二人もってなってくると、本当辛いですよね。なんかそういう意味でも、すごい印象深い女の子でしたね。今、ご連絡とかは？もう完全に、もうどうなったかわからないですね。はい。なんか唯一体験したお話。でもね、実際に何かこう、一歩間違ったら自分もなんていうことを考えてしまうような、結構、後々考えるとゾッとするお話です。いや、本当です。本当に怖かった。でも、本当にこういう経験がなかったんで、これ霊障っていうんですか、こういうのって。わからないんですけど、なんかそういう怖い体験したのが本当、その18歳が初めてだったんで。